実にラストアタックでございます。お群馬帝国遠征軍の5人目の攻撃側は猫倉さんでございます。さあこちらがジャイルバードさんの配置となっております。さあまず気になる、中心の配置なんですけれども、イーグル砲、インフェルノタワーと、それぞれ一つずつ、区画を分けての配置となっております。そして、今回注目なのがタウンホールが結構中で守られてますね。そうですね。であとクランの城が横にあるんで、はい、これ結構タウンホールを狙って落としに行こうと思っても反対側が施設が結構多いんで、タウンホールを落とせたとしても星に行かなかったりするっていうパターンも結構あるんですよね。なるほど。これは全開対策というよりもどちらかというと総合力の高い、そうですね。できればもう相手を星1で仕留めてやろうという気持ちも感じられる配置となっております。なので全開対策でもあり星に対策でもあるような、なんかそういった感じに見えますよね。はい。さあさらにタウンホール側にはクランの城だけではなくて、はい、ヒーローも配置されているので、これもまた、中心部このタウンホールを狙っていく上でちょっと厄介ですよね。そうですね。なのでなかなかいい配置持ってきましたね。こうやっぱりタウンホールと一緒にイーグル砲だったりインフェルノタワーを一緒に処理できないっていうのがポイントになってくるんじゃないかな、非常に厄介な配置だなと思います。さあまずはクイヒーパートを6時方向、5時方向ですかね。そうですね、スタートさせていきましたよね。でちょっとアーチャーをどこら辺にこう出すか、こんな感じで10時方向とかにこう散らして出してますよね。さあアーチャークイーン、そしてグランドウォーデンにここでレイジをかかったこの状態で、電波が悪くなりました。そうですね。こっからどんな風に進軍していったか僕らも全く知りません。今回援軍がペッカですね。そうですね、援軍ペッカでやっぱり先週とかでも紹介したようにペッカとネクロボーラーを混ぜた編成って非常に流行ってるんですよね、やっぱり。さあここはレイジ状態のアーチャークイーンがしっかり援軍の処理、そして相手の防衛側のアーチャークイーンの処理も行いまして、さらにポイズンがネクロにも効いています。さあそして今回はクイヒーパートを7時方面に回していく狙いですかね。ここまでほとんどミスなく進めていっているんですが、さあここからです。さあここら辺で、僕らはスタッフさんと一緒にですね、打ち合わせというか、こう試行錯誤をやってましたね。さあここで援軍のペッカなんですけど、やはりゴレではなくてペッカなんですね。そうですね、イーグル砲のダメージが3倍になってしまいますし、そうですね、はい、であとクイヒー合流型でゴーレムにヒーラーがついてしまって、ずっと壁殴っているゴーレムにヒーラーが殴っていて無駄になってしまうということがあるんですよ、はい、なんですがそれをペッカにすることによってペッカはやっぱり壁どんどん壊していって施設もどんどん壊してくれるんで、なので最近はゴーレムよりもペッカっていうパターンが多いですね。なるほど。さあ1つ目のこれインフェルノタワーは、はい、エターナルトーム無敵状態で処理いたしまして、さらに大量のボーラーペッカが中心部を一気に横断していきます。さあやっぱりエターナルトームで巨爆無効化できるっていうのはかなり大きいですよね。はい、さらにこのイーグル砲の処理なんですけれども、今ボーラーが行っていきましたね。そうですね、バウンドダメージとかいろいろ生かしてそれで壊していくっていうのはやっぱりボーラーバウンドダメージがすごい強いですよね。レイジ状態のこの2個目の施設へのダメージでしっかりと処理していきました。はい、だってここの2本目のインフェルノタワーもおそらくボーラーで壊していきましたよ。そうですね、アーチャークイーンもピンピンしております。さあそしてここでしっかりとここら辺あたりから僕ら入りましたよね。はい、でここで全開間違いなしのアタックになってきました。いやこれすごいっすね。さあ今回のリーグ戦で初めてのタウンホール11全開が見られました。見られました。いや猫倉さん前回お見事ですね。これ素晴らしいアタックです。いやだってユニットの生き残りがえげつないですか。えげつないですこれ。ボーラーもこっち全然生き残ってますし、全然こう伸びなかったりもするじゃないですか、はい、本当にこのユニットそれぞれの使い方次第で、ここまでユニットが全部残っちゃうのかっていうぐらいのアタックを見せていただきました。お見事。お見事です。ネクロ